どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。クリスマスが貴様にやってくるさやです。言い切ったね。ここがクリスマスか。何なんで何を乗り越えてきたの。突然頭真っ白になって。そう、頭真っ白になっちゃって。即興感より強かったね。より強かった。こういうね、ロード時間があるとよりリアルを感じることができると。ね。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんだか誰でしょうか。止められない、止められない。これキャタピラ、魔改造されたキャット。かわいそうだわ。ね、どうしたの、なんか今回すごいな。調子いいね。調子いいしょ。調子いいさやさん。結構でもこれ苦しかったんだけどね。そうなんだ。それ苦しかった。ちょっとこれもなんかちょっと意思伝達がうまくいっていない例。いやだって。書けって言われたからここに今回の2文字だったんだ。そう2文字はなんて言ったと思う。俺はデコを書けって言ったんだ。書いたじゃん。デコは書いてるがカタカナでデコを書けってことだったんですよ。でココって書いてある。ここだし一文字違えばデコだった。おいしい。ということで今回やっていく企画はこちら。デンダダダンデコ。スマホケースを 3D デコチャレンジ。ということで、スマホケースカスタマイズとか、なんちゃらカスタマイズは数多くやってきたんですけど、我々、あんまりこういうなんていうんですか、このゴテゴテした可愛らしいギャル文化というか、最近ちょっと平成の感じというか、ゴテゴテ感、なんか日本でも海外でも流行ってるらしいじゃないですか。ね、なんかオリジナルでなんか作るところがあったりとか、てかもうそもそもなんかさ、ハンドメイドブームとかもあるし。なんかいろいろあるんですけど、スマホケースにまるでこうケーキかのようにデコレーションしていくみたいなやつも結構あるらしいんですよ。おお、やりたい。平成一桁じじい。平成一桁ガチじじい。ガチじじい、お前やりてえのか。最近ちょっとさ見ちゃったんだよ、動画で。見てやりたくなっちゃった。もっちゃもっちゃやってて楽しそうだな。ね、楽しそうだった。やってみたいなっていう。じゃあやろうよ、げんちゃん。やろうよ。そういうチャンネルだから。わあ。カスチャレンジ始まります。童心に帰って童心に帰ってできるのかな。童心に帰ったらうんちしかつけなきゃ大丈夫。帰りすぎだろ。ちょっともうちょっとさ、もうちょっと段階踏むか。そうもうちょっとでももうちょっと戻しちゃったら十字架しか置かなくなるけど大丈夫。バラとか置いて大丈夫。それはちょっとチューニングが難しいね。難しいわ。ちょっとスマホケースだんだんボロボロになってきちゃってさ。そう、これさ、サヤンのスマホケースすごくない今。そうなの。ゲンさんからさ書いてくれた絵を業者さんに頼んでね、印刷してね作ってもらったんだけど、見て。もうマグセーフがちょい見えてる。逆にちょっとあれだよね、女の子の中のなんかこう見えてきちゃってるみたいな感じの良さはあるが、確かここに書き足せばいいんだけど、何ってあるんだよ元が。さやの携帯用に直接書いたケースがあるのに、なんかさやずっとこれ使うから、あれずっとディスプレイなの。だってあれは怖いから。まあね。そうだからこれこんなになっちゃってかわいそうだから、そうそう。本当にデコデコのケースに変えるの。変えようかな。行こう。俺たちの青春に取り戻そう。ということでスマホケースのデコやっていこうかなと思いつつ、何から始めたらいいんだっていうね。とりあえずクリアケースは用意しました。だからここにこう立体的に何か貼り付けるが、通常はいろんなものをね買ってきて、それをなんかこう接着してね盛り付けていくっていう感じなんですけど、とりあえずなんかできる範囲で何か作っていくかということで、樹脂粘土買ってきました。こんな、初めてだよ。なんか樹脂粘土そういえば使ったことないなと思って、こういうことやるときになんかいいらしいので、これを買ってきました。ソーセージじゃない？すごいホワイトソーセージじゃない？これハーブ入ってるタイプの。これどうやって開けるの？これ私ソーセージの時さ、ここ歯でさ、こうやってグチってやるね。魚肉ソーセージの時ね。そうそう、これ粘土だから無理だよ。いやソーセージと一緒でここから開けないよ。ソーセージってここから開けるの？物議。ソーセージってここからピチって開ける。こうなるけど終わったやん。大体ソーセージもこうなるよ。糸口終わったじゃん。チャキ。いいね。はい、切断。柔らかっ、楽しい。なんか匂いがボンド。よくわかりましたね。ボンドも同じ成分です。わあ、ボンドじゃん。ボンドにもこれ入ってるらしいです。この同じ成分が。ジェームズ・ボンドには入ってないですね。でもセンさんね、もうちゃんとね、プランあるんだ。そう、プランしてきたから。ちなみにゲンさん何のプランもなくて今どうしようってなってる？プランってこと？なんだろう、この底はかとない腹立つ感じ。まずこうやって輪っかを作ります。なんかさ、何を作ればいいんだろう。このサイズ感で作れるのなかなかむずいよな。ね、それ思うと神様ってすごいよね。7日間で作ったんだからね。話が壮大なんだよ。こんな複雑な社会を
ちょっとさ、うん関係ないんだけどさ、サムライセブンの公式アカウントが急にさキャラクターの詳細設定をさ、はいはい見せてくれるようになった謎を解いてくれないかな。いやわかんないですけど、全然今後動きがあるんじゃないかみたいなね。そうそうそう、何かあるんじゃないかと思って、なんいうかさ期待感ね。このなんか青春時代にときめいた者たちが続々とリメイクされるという、狙われた世代と言われた我々ですがお金の準備しといた方がいい端的すごいなんか健全なオタクだね。そうそう、いやだって20年前だよ。ゲームが出てんの、もともとアニメで、そのゲームがどうしても欲しいんだけど、ゲームがあるってことはネットで調べてみたんだけど、どこでも売ってなくて、しかもなんか当時私ってネットショッピングにとても怯えがあって、ね、そうそうそう、なんかネットショッピングイコール全部詐欺みたいなすごい極端な思考だったせいではい、はい、そうネットで買えなかったの。その時使ってたツイッターでサムライセブンのゲーム欲しいなみたいなこと言ったら、その当時つながってた方が私持ってますよってもしよかったらあげますよって言われて、で東京で臨時オフ会じゃないけど、急遽会うことになって、そんな青春があった作品なのよ。でもちょっと一個突っ込んでいい？ネットショッピングより知らん人に会う方が怖くない今思うと私もそう思うマジで俺今そっちにびっくりしてた。それはいけんのにネットショッピングはいけないのみたいな。そうね、そう怖いね。怖いよね。なんか思い込みって怖いよね。いやよかったよね、いい人で。本当にみんなやめてね絶対。全然話入ってこなかった。本当によかった、いい人で。いやー、さやさん造形苦手なんだよねマジで。全然ゲンさんも今どうしようかなって思ってる。やっぱなんかさこう、絵だけしかやってきてないからさ、造形ってマジでさ、苦手だよね。いやわかる。噛んでいきますか。きっとこういうもの全てに専門の道具があるんだろうなと思いながら全て今俺爪でいこうとしてる、この粘土ってさ乾くの？乾かない粘土も嫌でしょ。まあ人間もやがて乾いていくしな、でも喉乾いたなって思ってる状態ってね、もうすでに 2% ぐらい脱水症状が起きてるんだって。へえ。でも手遅れだよゲンさん。何の話？多分俺が今作ろうとしてるのが絶対これで作るものに向いてない。嘘、待ってでどっちが裏か表か分かんなくなった。まあ、その程度のものを作っている人間って面白い。いいな、リュウクの視点になりて。ゲンさんもしゲスノート拾ったらどうする？なんで存在しないもん拾わせるせめてデスノート拾わせる下水ことしか起こせないノート。ちょっとさすがに人の死には死んじゃうのは変わらないけど、ちょっとひどいかなって思うから、なんかこう書いた人のツイッターのアカウント、全部凍結されるとかさ。下水そういうノートどう？誰の名前書くのかしらね。さややめて、アカウントいっぱいあるから学生時代に作ってもう入れなくなったアカウントいっぱいあるから、いやむしろ凍結させてどうにかしてあいつらを成仏させてほしい。義族じゃねえかよゲスノート使うやつ。イケオニカは何それ？見えない？見えないね、まだヨギボにしか見えないね。見えないのまだ見えないよ。なんなんでうわ、なんかさ、ここ最近本当になんか夏目さんってさ、手探り初チャレンジ多いじゃん、材料だけをやってあんまり調べないっていうさ、往年の夏目さんちスタイルが復活してるせいでさ、もうなんかすごいこの、何していいのっていう感じ。大人というものはさ、打ち合わせがあれば参加した人に分かってもらえるように資料を用意し、そしてそれにまつわるありとあらゆる知識を事前に勉強しておき、必要あれば共有してみたいな前もっての生き物だと思ってるじゃん、それを全て打破していくチャンネル。でもね、そういうことできる人って仕事できる人だから、そういうことしない人のが圧倒的に多いからみんな安心した方がいい。いや安心していいのか分かんないけど。何のこと？セッピーだって前もってって言葉とあらかじめっていう言葉めちゃめちゃ嫌いだから大体意味一緒なの大変です。違う、これ、こうだ。なんかで見たことある。プスってこうやって穴開けて、こうやって刺すね。でもそれ硬くないけど大丈夫なのそれ？待って、3時間ぐらい遊べる。じゃじゃん。お、かわいい。うまくね？弱っきー？弱っきーだよ。うまくねさや。うまいわ、それは。やばい、私樹脂粘土屋さんやろうかな。すんごいポジティブ。こうあるべきクリエイターは、まだ何も成し遂げてないのにポジティブ。こうあるべきだわ。そう、これぐらいの自信を持ってやるんだけど、でもちゃんと問題とか課題につき合った時は真剣に向き合う。そう、それが必要。現代に必要な力です。なんかさ、すんごいさ、急に大きいイチゴが入ったイチゴ大福食いたくなってきた。かわいい。美味しそうでしょ？すみません、弱き心作るのうますぎます。うまいなさすが原作者やん。うますぎる。でもさっき言ったさ、くっつけたい側に穴開けて、ちょっと刺す部分、くっつけてやるとちゃんとくっつくよ。いいじゃん。取れたよ。ダメじゃん。下のね、
なんかアルコールマーカーで過去やったようなやつ、吸収して今こいつピンク色になろうとしてる。やめてくれよ。やめてくれよ。マジで流行語。今日もパラちゃんにやられた。何？パラちゃんがね、最近お料理したいお料理したいって言うから、ねめっちゃハマってんだよね、料理にね。そうそう、だからね、卵をかき混ぜてもらさん。はいはい。これチャーハン作るから。そう。で、おかめが炒め終わったから、パラちゃんが混ぜ混ぜしてくれた卵入れようねって言ったら、まだ混ぜ混ぜしてたいから、まあね。そう。やめてくれって言われて。でもだって卵焼かないと食べれないよって言ったら、レロ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 さパラちゃんの中の最大限の煽りがそれなんだよね今ね。これ威嚇行為。パラちゃんにレロ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 って言われたら多分今威嚇されてる。そう。どこで覚えてきたの？確かにすごいおちょくられてる感じがあるんだけど、確かにクソってなる。こいつおちょくりやがってとはなるんだけど、ただギリ可愛いがさ。で笑っちゃうんだよな。そう。なんかさ、素人の方が楽しめる感じはある。うまくやる必要はないっていう、まあ別にね普段からそうなんだけど、別にそれでもいいんだけどさ、ってやっぱどこかうまく書かなきゃいけないかもみたいなのはちょっとあるわけよ今。もちろん楽しいんだけど、それが苦しくもあり楽しくもあり。それで言うとこういうのってもうさ、初めてだからいいやみたいな心の中の少年がなんかすごい俺を肯定してくれるんだよね。まあいいかみたいな、まあいいかしゃあまんやろって、楽しめ楽しめみたいなやつが出てくるんだよ。はい、ということでなんとなくもう今このスマホケースに 3D で置きたいものは、一旦こう白い状態樹脂粘土で形を作りました。こんな感じ。はい、こんな感じ。すごい、めっちゃヤシの木いいね。ヤシの木と弱木が、弱木ね、プカプカしてる。そうそう、プカプカしてる弱木。いや、いいですね。とさくらんぼ。ちょっと想像できてきたね。僕マジでもう顔作りました。いつも僕が描いてるメカ少女のちょっと簡単な感じにして、立体的なメカパーツを作ってみて、結構なんか立体的にここにドーン来たら可愛いんじゃないですか。可愛いと思う。スマホケースにドーン来て、でちょっとこれ乾燥させたらまたちょっと着色なり、ホイップだったり、仕上げのレジンだったりいろいろやっていきたいと思います。思います。すごいすごい楽しい楽しい。さあでは塗っていきましょう。さあだいぶ可愛い感じに、なんかお餅みたいだわ。そう、カピカピになったお餅だね。かなりお餅だね。カチカチになってる。いやいいな樹脂。しかもなんかさ、このヤシの木とかさ結構やっつけで作ったからさ、ポロポロ取れちゃうかなと思ったけど、全然取れないね。ケチケチだよ、ケチケチ。なんか僕もなんか適当にポンポンつけてるのにくっついてるからすごいわ。そう、すごい嬉しい。はい、じゃあちょっとこれ僕の新しいアイテム。エンミーかな、わかんない。ちょっと読めないですけど、なんかねもうアクリリックマーカーいろいろあったら試したい病が。それケースちゃんとしてていいの？そう、ケースでかいから。ほら見て。イエーイ。目がチカチカするぜ。じゃあちょっとこれも使って塗っていきますか。ねえ貸して。よし行くぞー。はい、ということで、塗っていきましょう。色を。さやさんヤシの木、そして弱木を先ほどのペンでじりじりと塗っていますが、これマジ便利。そう、これね、まあ最近いろいろ買ってるアクリリックマーカーの一つで、エンミーっていうね、メーカーのやつがめっちゃ便利でしたね。でもこれでもうてか私これしか使ってない方。あ、そうなんだ。今回そうちょっと今日タイムラプスを収録しながらなんと我が子も今膝の上にいるっていう、はい、ガールの声がしましたけれども弱木ね 3,4 回ぐらい実はねピンクとオレンジをこう塗り重ねて塗ってまして、弱木の色を作ってるね。はい。この浮き輪弱木結構気に入ってるんで。浮き輪可愛いね。はい。であとは周りのちっちゃいパーツ。そうちっちゃいパーツ。これねあれだよ。なんだっけ、ギンギラギン王国じゃなくてなんだっけ、アイスペイント。そうそれ。いやいいね、いろいろ活かして塗ってる感じで。はい、ということで僕はこのメカ少女ヘッドを塗っていくんだけど、まあ僕もほとんどベースはこのアクリリックマーカーで塗ってるんですが、いやでもねゲンさんね、その一番最初に下地でさ塗ってたじゃない。あれそれやればよかったってめっちゃ思った。そうなんですよ。下地塗っちゃうと早いですね。早かった。上からやっぱり色塗るのが早いんで、本当だとプライマーって言ってね下地剤塗った方がいいんですけど、それの代わりっていうことで一色で塗ってます。いやでもねこれねなんだかんだ結構初めて作ったに近いんですけど、この樹脂粘土でこういうのは、樹脂粘土ハマりそうだわ。ちゃんとしたの作りたい。いいよね。なんか触り心地も良くて、で最終的にこういろいろ塗っていくんですが、いろいろとね悩んだ結果、この色を塗るだけじゃなくて、やっぱこの境界になる部分を黒を入れることでなんかちょっと不思議な立体的だけど二次元的みたいな不思議な感じにしたいなっていうので黒を入れました。最後立体でも線画を入れる男、ゲン。
ということで着色完了しました。デブです。はい上から見るとなんだろうなこのでっぷり感。可愛いな。でもめっちゃポチャだよね。めっちゃ可愛い僕はこんな感じでね、これすごい可愛い。メカ少女を1点作ることでどうにかね、めっちゃ可愛い、こんな感じで。でも結構立体的に花も可愛い花にできたんじゃないですか。そう、お花もあと人目もね、ポコってしてて可愛い。とりあえずなんかどうにかしようということで線を入れて2.5次元みたいな感じにしましたね。立体的なんだけどペン入れもする。でもいいね、さやの方も適当に作ったヤシの木もなんかいい感じにカチカチになって。ヤシの木珍しく顔ついてないじゃん。そう、でもね、こっちにつけたから。さくらんぼがなんだその顔。さくらんぼと、あとなんかこうクリーム絞るということでちょっとケーキっぽいアイテムをね、ほら見て、アラザン作った。アラザン。あ、これアラザンなんだ。以前作ったこのうさがないシールをどっかに埋め込もうかと思って。のび目はどっか行っちゃったから、まあええかと思って。かわいそうにじゃあやってきますか。やってこう。やってきますかと言っても初手ホイップに絞るの絶対失敗するからさ。初手ホイップはちょっと練習しようかなということで、はい、ちょっとやってみましょう。おお、できた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 。でも出るね、ちゃんと。面白。見て、あ、かわいい。こういう風にやるんですね。なんかこれちょっとあれだな、色も相まってさ、トイレのペタってやるやつ。あ、確かにトイレのペタお世話になっております。スタンピー。あ、これクリームにするの大変そう。これむずいですよね。要はこれが固まる前だったらこれを接着剤代わりにも使えるわけですね。あ、そう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 。僕今設計図何も考えてないでこれいけるかなっていうのをそわそわしながら。緊張感。いや、いけるね。行こうぜ。失敗しても大丈夫。これはテストじゃない。夏目さんちの動画俺が動画で恥をかくだけ。よし、行こう。見てください皆さん、くっついたです。お、ちっちゃいのいっぱいやったです。これ要はもうボンドだよね。結構手についた感じがボンドだわね。こっち来ないでね怯えてるなんかさ、下地がスマホの色になるのが嫌で。あ、そう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 。一旦下地は白敷いといた方がなんかいいんちゃうかっていう。待って、これさ、待って、クリームというかうんちでは待って、セさんが作ってんのこれうんちだね。まずね、こいつがここの真ん中に来るのは確定なので、こいつをここに置くことで安心します。いきます。安心できるのか本当に。えい。ねっちょりねっちょり。あー、なんだこりゃ、楽しい。見て、とりあえずついた。すごい。次どうするかだよ。メインディッシュじゃん。ノープランで、しかも僕に至ってはここに載せるパーツなど何も作ってないので、ちょっと前にやってたこのシールを早速ここにねえ、それ可愛いから使ってほしい。このシールブックに保管しておくのもいいんですが、ここに入れても可愛いかなと思うので、じゃあ僕次の絞りタイムいきますよ。ちょっと待って、うわっ、うわー、穴が開いた。見て、穴開いたボルンって書いてひどい。やばいこれ。いや、これちょっと硬すぎるかも。もうクリームやめよう。闇の中で戦ってくれ。闇の中。こういうチャレンジってね、絶対なるんですよ、こういうこと。っていうか、なんかこのトラブルさえも含めたアートだよ。そうです、まあポジティブに考えればより強固に接着できるから。あ、もうなんかさ、クリームとかじゃなくてベノムになっちゃったわ。こいつ乾くんかってぐらいすごいぜ、ね、盛り具合が4日ぐらいかかりそう。どうしようかな。全部白にしようかな、やっぱり。可愛くねえか。かわいい。ちゃんと角立ちホイップだ。でしょ重い激重ケース重すぎる。びっくりした今。埋め込む。あ、埋め込んでる。でも埋め込む。ちょっと前に出した何にもの新作のイヤリングのこれサンプルの試作品ですね。はい。試作品っていつもね行き場に困るんですけど、それを今回ちょっとここに入れていこうかなということで、おむめかもピン、鎖とかもピン。何にもの試作品埋めるのめっちゃ嬉しい。皆さん的にはなんかもったいないみたいな気持ちあるかもしれないんですけど、飾ってただけのこいつらがさらなるオブジェになる。素晴らしい。はい、ということで完成しました。やったねー。 3D スマホケースデコやってみました。こちらです。せーのドン。おー、すげえ、こんなになってる。できた。私ゲンさんの方さ全然見てなかったの。あ、ちゃんと見てなかったんだ。そう、ちゃんと知らないままでいたんだけど、すごいね。女の子の顔にもレジンがついてるから。そう、これはここ宇宙船のそうね、そういう感じのイメージと、ちょっとイメージで言うと液体からドバって上がってきたって感じね。ああ、そういうことね。そうで、この外にほらレジンが流れててるでしょこれ。あ、そうだね。そうだからちょっと一部分ついてないとことついてるとか、この外に流れ出てる感じにしております。すげえ。でついでに上からこう描き
浸す形であ手前に世界一のオレンジを使うことでなんかこう手前に来る感じになって、中にさ何にもで出しているこのイヤリングのサンプル品ね、はい、このハンド&モノリスイヤリングのこれとか、ここにも手が埋め込まれてて、あとこっちにも手が埋め込まれてるんですよ、っていう感じで、ちょっとなんか最近の僕の感じをスマホに詰め込むみたいな、そういうテーマで 3D ケース、楽しいねこれね。いやすごい楽しかったわ。迫力がある。私なんかすごいそういうのもめっちゃいい。これなんかさザじゃない？ザだよ。一番可愛いこう女の子が使いたくなるようなこのトッピングスマホケース。折れそうで怖いなこれ、使えねえなこれ。スプーンね、スプーン折れそうだけど、いやめっちゃ可愛いわ。ホカンスです。弱き心のホカンスです。何ホカンスって忘れちゃったんだけど。忘れちゃったんだじゃあ、なんでホカンスにしたんだけど、スマホバカンス、スマホホカンス、そういうスマホでバカンスしてる弱気。そうなんでホカンス。なるほどね。小姫はそこにいるんだね。沈めちゃった。まあ確かに弱気のバカンスだもんね。プリンソロモードのプリンなし。さくらんぼだけ。そっちもソロになった。お前もソロモードなんだついに。色付きレジン可愛いね。そうそう、プールみたいで、なんかまあね基本めっちゃ入ってんだけど、まあプールだしな。プールだしなと思って。で全体的にクリアホイップみたいなやつ使ったのでね、なんかすごい。いやなんかねいいですね。いやでもなんかすごいホイップ超楽しかった。すごい迫力すごい。重いよ。重っ比べるとめっちゃ軽く感じる。軽っいやこれも重いんだろうけど持ちやすいよ。しかもスマホリングかのような位置にほらついてるから。スマホ触る勇気ない私。僕もあんまない。なんかボコって取れちゃいそうで。それがガッチガチなだってレジンとこの接着剤でついてるから。でも確かに結構多分余裕でくっついてると思う。普段使いする勇気はない。普段使いはしないのでこれ多分展示してありますね、家の中で。嬉しい、かわいい。お互いなんか真逆の色がだってもう対象だもんね、黒に白だもんね。もうねやろうと思えばこういうことができるよ。明日からさらに覗くスノーマンみたいな。いやいいですね。なんか弱気いいなこの形、フォルムいいね。可愛いよね。うまくできた。嬉しい。でも今回これ大成功じゃないですか。ね、大成功。夏目さんちのクソ雑見よう見まねスマホデコチャレンジ。今回大成功で。ということで皆さんもぜひ。結構ネットでねパーツ全部揃っちゃうんで。基本は樹脂粘土と UV レジンとであとホイップとかなんで、全体的に予算もすごいそんなにかかってないので、お手軽にこうスマホケースを、トータルで3000円ぐらいあればこれが楽しめるので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。してみてください。楽しいこれ。これ楽しいよ。一回ホイップ絞らせてほしい。ちょっと俺どす黒くなったの。黒いね。想像したのはこういう感じなんだよ。ちゃんとデコデコして可愛くしようかなとか思ってたんだけど、だから最初ポップ寄りに作ってたの結構顔も。でもなんかだんだんやっていくうちにいつもの吸い寄せられて、いやでも違うんだよ。一回さベノムが悪いの。一回見せてブーって出てきてあれで全て諦めてしまったもん。いや楽しかったな。ぜひぜひやってみてください。いやゲンちゃんもケーキにしたかった。本当はね。すごいサプライズだわそれ。